プラスアルファ広告費をこれぐらいかければ、どれぐらいの、反響があるというか、リードが取れるみたいなっていうところでご想定されてます。これちょっとあんまりどんな媒体使うかっていうのはちょっと今は言いたくないんですけど、適切に媒体使えば月に30万で100リードぐらいは取れるんじゃないかなっていう。なるほど。コンサル費用の30万プラス広告費用30万円の合計60万円に対して、100リード。他にも施策打っていくんで、もっと取れるとは思います。現状の導入率ってどれぐらいなんですか？かなり高いですね。8割以上。すごいです。担当者の方がめんどくさいって思わない限りは結構進むので、あまり断る理由が先方にもあまり見つからないという形ですね。今導入ネックになっているところめんどくさいみたいなところだと思うんですけど、リファラルなので多分そこしか見つかってないのかなとは思っていて、今後ちゃんとマーケ活動していこうと思うと制約に至るまでに細かいハードルってかなりあると思うんですね。ってなってくるとユーザーのペインみたいなところが明確になっていかないとマーケみたいなところってしづらいのかなと思うんですけど、このサービスを導入することによってユーザーが解決できる一番大きな痛みみたいなところってどんなところになられるんでしょうか。これは本当に顕在ニーズではなくて、潜在的なニーズかなと思うんですけど、普通の検診で、血圧高いですよ、血糖値ちょっと高いですよって言われても、ほとんどの方がクリニック行かないんですよ。っていう中で、結構ほったらかしにしてるっていう上での、じゃあ実際これやってもらいました。リスク高いですよと。食生活気をつけていかないと、マジで5年後、10年後、突然死にますよと。でほんまに言われると、ほんまにやばいなと思って、やっぱりそのご本人様のやっぱり生活習慣を変えるきっかけであったり、病院やっぱ行ってみようかなみたいな、将来的な重篤な病気っていうのが防げる。あの時はああいうふうに言われんかったら俺死んどったかもっても言っていただければ、我々としては本望かなっていうことですね。実際にお一人当たり何分ぐらい時間がかかっていて、1日何人ぐらいまでできるのかみたいな。大体お一人当たり20分から30分。1日、午前3時間半、午後3時間半みたいな形でやると、大体20人ぐらい。でも100人ぐらいいるともう1週間にてそれを1週間ごとに費用何個か設定させていただくっていうのもいいですし、逆に日を分けれることによって従業員さん選べるので日が今のところ、それで問題ないかなと思ってます。実は私総務課の経験がありまして、そういう仕事が来るとやっぱり面倒くさいなっていうのが実際あったので、なんかそこの予約のシステムとかそういうのも一緒にあると導入しやすいのかなって、進めやすいかなっていうのをちょっと思ってます。確かにそこを実際進めていくにあたって確かにそこは課題ではあるかなと思います。契約もいただいてやりますよってなったんですけど、やっぱりどうしても担当の方、窓口の方が忙しくてちょっとまだ従業員の方にアナウンスできませんとか、いろいろ予約がちょっといろんな方のシフトがみたいな形で契約はしてるけど実際進まないっていうところはやっぱりちょっと一つ課題っていうところでもあるかな。実際マーケティング活動をそのリファラルに加えて何か新たな施策はやっていくと思うんですけども、何らかのその際にかけられる今の予算感ってどのぐらいを想定されてるんですか？基本的に B2B のマーケを仕掛けようとは思ってない。現状ではリファラルマーケティングをこのままやっていくっていう形がコストもかからずに、一番いい方向性になるのかなって思ってるんですけど、それ以外のなんかもっとこうした方が、もっと広がるよっていうアイディアみたいなものをいただければ非常に助かるかなと。その際に結構どんな予算感をそこに割くご準備ができそうかみたいなところは、施策を検討する上での一つの枠組みになるのかなと思ったんですよ。キャッシュフローの部分はちゃんと見ていかないといけない部分があるんですね。例えばリードを取ってくる。で、そこから売り上げが入るまでの期間っていうのがめちゃくちゃ長いんですよ。半年とか、短くても4ヶ月みたいな形での入金のフローになってくるので、その間にドクターへの人件費、看護師の人件費、検査費の人件費っていうのも全部先払いになるっていう形になるので、正直お恥ずかしながらあまりキャッシュリッチではないというところはあるので、月に100万円ぐらいかけれるとしてもそれぐらいなので、なかなか僕もどうしたらピンポイントで人事、労務、総務、もしくは社長さんたちに直で届くみたいなところで、いろいろ考えてはいるんですけれども、今のところ施策としては、それこそ起業家のつながりのそういうコミュニティに参加するであったりとか、一応今試験的に情報発信の一環として、人事、労務、総務の方が悩まれるような Tips みたいなものを、ちょっとブログで書いたりとか、一応発信はしてるんですけれども、これをじゃあ SEO を上げてとかなってきても、遠いなと思いつつも、なんとなくこういう届き方がいいんじゃないかなっていうのが、ウェビナーっていうまずコンテンツと、届き方としては人事向けのメディアって多分たくさんあると思うんですね。
例えばフロッグさんとかそういったところの広告枠っていうのがかなり相性いいので、リスティングとかリマケとかそのディスプレイみたいなところを使ってもなかなかこう届けたい層に直接リーチできるかっていうと意外とそうじゃない。ただそういった人事の方とか総務の方が情報収集するようなメディアって多々あるので、そこのメルマガ広告を使ってウェビナーをするっていうのが僕の経験則で一番人集まると思います。めっちゃいいじゃないですか。僕自身は人事の経験とか総務の経験がないので、わからないっていうのは正直な部分だったんで、そこに特化したメディアがあるんだったら、ぜひともそこでっていうのはすごく、はい、ありがとうございます。どうやったら人事の方にアプローチできるかみたいなノウハウは、その過去の経験でいろいろあるので、さっきのオファーにつながるんですけど、かなりお手伝いはできるんじゃないかなと思います。今の現状の人員体制で、1ヶ月にどれぐらい対応できるんですか？事前に予約をどんどんしていくんであれば、そこの空き日程にはめていくっていう形なので、1ヶ月に1000人とかは全然全然いけるんですか？はい、1000人って何？500人です。オファー大丈夫ですか？結構検診プラスの1から10までを理解するのってやっぱ結構時間かかるというか、少し複雑な内容なような印象を受けたんですけど、サービスを紹介する、動画を1本ワンショットで撮って、例えばその中にアニメを入れて健康診断を受けなかった人とか精密な検査をしなかった人がこうなってしまうというような様子を描写したりとかして、この健康診断の精密な検査の重要性を訴えていくみたいな、なおかつこういうサービスですっていうのを、自己紹介できるような動画が1本あったらいいのかなと思いましたので、ちょっとそちらをご提案させていただきます。金額に関してなんですけども、コンテ、企画構成、撮影、編集まで全部入れて、ワンショットで30万円で考えております。大体長さは何分ぐらいの？長すぎても正直伝わらないというか、途中で見るのやめられちゃうと思うんですよ。なので長くても3分がいいかなと僕は思います。実際役者さんを雇ってみたいなイメージされてるか、その何かアニメーションでやられる？アニメーションの部分と実写の部分どちらも必要かなというふうに僕は考えてまして、キャスティングの方は御社様の社員様でやられてもいいですし、こちらで用意することもできるので、そこはちょっとご相談が必要なのかなと思います。実際これ想定で、そういう動画を作りました、30万かけて作りましたとなった時に、これ実は再生数ってどれぐらい回るようなイメージ？今までの経験でいきますと、数千回再生から、数万再生がボリュームゾーンかなというふうに思っています。仮に1万再生回ったとしますと。で、その1万再生の中に、本当に届けたい、刺したい人事、労務、総務、社長さんっていうところの割合って考えると、結構少ないんじゃないかなみたいなところだったり、じゃあ自社で動画で YouTube で上げるとしたら、基本的には僕はYouTube のチャンネルを運用してないので、チャンネル自体の、パワーはめちゃくちゃ弱いんですよね。そうなった時に、そこって勝てる要素あるのかなってちょっと思ってしまったんですけど。確かにそこは課題かもしれないです。逆に動画を作成いただいて、ここのメディアさんに乗っけてもらいますよみたいなところを同時にご提案とかいただけたりとかってしないですか？現状はちょっとそこは難しい部分があるので、これ実際じゃあこの動画を作るってなった時に、それでほったらかしとったとしたら何件ぐらい撮れそうみたいな。ほったらかすというよりはどちらかというともう店に行くような方で考えてたので、実際その商談に行かれる際にこちらもご覧くださいというふうに見せることもできますし、紹介を口でしながら動画を見せる方がその理解度が上がるのかなという、そちらの方にフォーカスがあると思います。想定されるのってどっちかというと営業資料の一環として使われる動画っていうポジションだと思うんですけど、根拠が欲しいというか、紙の資料を送った場合と動画を送った場合って返信率どのぐらい変わるかとか、そういうようなデータみたいなものってあったりとかするんですか？今はないですね。なかなかね、どうしても、30万といえども踏み出しにくいみたいなところで、作ったはいいもののみたいなっていうところにならないような、確信できるような、これ絶対いけるわみたいなところがもしあれば、すごいお願いしますって言いやすいな、っていうようなところがあるんですけど。過去にそういう事例がないので、お答えちょっとできないんですけど、すいません。はい、お願いします。2つあるんですけど、まずうちの会社でこの検診プラスっていうのを、うちの会社にデメリットがないんであれば導入させていただきたいかなというふうに思っています。で、もう一個が販売促進というか認知のというところで、うちが人材紹介業をしてて、建設会社と医療介護施設の人事担当者にもう日々その250人の営業マンが毎日電話して営業をかけているので、特に建設系とかだとやっぱこういうのは関心あると思いますので、ご紹介させていただいてっていう形になるんですけども、1人3万ですよね、客単価が。なので比率がどうなるかちょっとわからないんで、そこは詳細ってみないといけないかなとは思うんですけども、逆にちょっとご提案させていただきたいのが、紹介っていう形でいただいて、制約に至った場合に関しては、1人当たり2000円という形でお支払いをさせてもらってます。
あ、2000円なんですね。2000円か。それの年間ストックっていう形で、基本的にはほとんどの企業様が、初年度これ入れていただきますと。で、なってくると、来年もお願いします。という形で、基本的にはもうずっとさせていただくっていう形に、ほぼなるんです。 100人強の会社で20万なんですね。営業マン個人的に20万もらえて動くと思うんですけど、20万円の売上年1だと、動かないような気がするので、いくらぐらいだったら営業マンさん動いてくれるみたいな。感覚ですけど、1万円ぐらいだったらやるのかなっていう気はしますけど。正直、1万円はどうしてもちょっと物理的に難しい。そうですよね。はい。いや、あと、基本的にはもうトスアップで大丈夫です。制度のご説明とかいらないです。こういう検診プラスっていうのがあるんですと。で、ご興味あるんだったらおつなぎしますよ。で、僕からご説明させていただいて、クロージング検査の実施っていうのは全部我々の方でやってしまうので。なので、この2000円っていう形でをさせていただいてるんですけど、これを全部ご説明をしていただいてっていう、コミュニケーションをしっかり取っていくんであれば、もうさらにもっとご紹介料みたいな形はできる。そのクロージングまで行くと、多分専門的な話になってくるのは多分難しいですよね。いろいろちょっと金額のお話ありましたけど、じゃあ私からのオファーとしては、1万円でオファーさせていただきたいと思います。お願いします。それに乗ってオファーを2000円っていうのをもうなんか成果報酬みたいな感じになっていかれるのかなと思いますので、おつなぎさせていただいて制約になりましたらそちらの金額でオファーさせていただきたいと思います。ありがとうございます。はい、もともと認知の拡大っていうところを狙っていく中で、僕も音楽スクールを運営しているので、例えばなんか検診プラスさんのテーマソングを作ったりとか、音楽と一緒になんか覚えていただくとか、動画もセットですけど、なんかそういう認知施策みたいなものを考えていたんですけども、どちらかというとそれってちょっとマス向けの施策ですし、予算もキャッシュフローの兼ね合いでなかなか避けないってなってくると、あんまりいい策にはなってこないのかなと思いましたので。まず皆様の素敵なオファーいただいてありがとうございます。どなたのオファーを受けるかと言いますと、須田社長のオファーご紹介いただけるというところで、我々としては成果報酬型という形なので、リスクが少ないみたいな部分での、すごくありがたいご提案をいただいたなと思っておって受けさせていただきます。竹下社長に関しては、どうしてもちょっとビジネスの構造上っていう部分で、粗利の部分で1万円も我々もらってませんので、そこになってくるとなかなかちょっと破綻してしまうかなという部分でどうしても受けることができない。動画のご提案いただいた、という形に関しましては、現段階でこの動画での説明っていう部分を、30万円をかけて、やる、それに対しての見込める効果みたいなところがあまりイメージできなかったっていう部分で、ちょっと今回はお断りをさせていただきます。よろしくお願いします。お願いいたします。すみません、ありがとうございました。はい、すみません。よろしくお願いします。ありがとうございます。めちゃくちゃ世の中にとってもいいサービスで、三方よしのサービスにもかかわらず、結構認知拡大の仕方を結構ステルスで進めないといけないっていう難しさも含めたサービス展開をしていかなければいけないのは結構難しいなと思いましたし、残念ながらお力添えはできないんですけれども、自分もぜひ機会があればこのサービス受けてみたいなと思います。すごいいいサービスだなと思ったんですけど、私がちょっと1万円っていうことでちょっと言っちゃったんで、なんかすごいがめついやつやなって思われたらすごくなんか嫌なんですけど、まずはうちの会社でこの検診プラスさんを導入して、そこからかなっていうふうには思ってます。全国ですけど250、60人はいるので、全員対象になるかどうかわからないですけども、はい。正直あんまり私しゃべくりうまい方じゃないので、やっぱりもうちょっとこういうのを出演してトークを磨かないといけないのかなっていうふうに正直思いました。すごく素晴らしいサービスだなっていうのがあって、いろんな方にお勧めしたいなって本当に思いました。最小人数みたいなところがやっぱりあると思うので、ちょっと私が今関わらせていただいている方々がそこまで人数30人以上から100人ぐらいのところに私自身も頑張って達成して、またもっとよりサービスを広げさせていただけたらなっていう意味も込めて、すごい微力ではあるんですけれども、経営者の方とかご説明をさせていただきたいなってすごく思いました。はい。内容的には
正直ぐさっと刺さる部分がいっぱいあったというか、というのもフリーランスでやってる時期が長いもので、健康診断をちょっとおろそかにしていた部分っていうのは自分でもあるんですよ。その中でちょっとこういったプロモーションできるかなっていう提案をしたんですけど、やっぱりちょっとまだ実力不足の部分でちゃんとした根拠を提示できない部分っていうのがやっぱり悔しいなっていうのがあるので、今後そこの辺を課題にしつつもっと成長できたらなというふうにシンプルに感じました。サービス自体がすごく素晴らしいものだなというふうに思ったので、ぜひ何かしらの形でお力添えできればなというふうのは、もう最初にお話しいた時から思ってました。知り合いの経営者さんだったりとか、人事労務の携わっている方とかいらっしゃったら、ぜひちょっとご紹介したいなというふうに思いました。はい。